ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの青黒コントロールを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、MO リーグにおいて新カードを使って真っ先に5-0を達成したデッキですね。黒系コントロールとしては、死に口なしを獲得したのが大きく、5マナの全体除去ではあるのですが、情報収集力を行うことによって、特定のカードを追放することもでき、黒系のコントロールが欲しかった1枚になっています。環境においては、カルノサウルスやアトラクサンなど、デッキの軸となるカードを全て追放できるのが偉く、ミッドレンジの後手なんかでも使われそうな1枚ですね。新カードとしては謎めいた該当も採用されていて、サマナ3にアンブロというカードなのですが、アーティファクトが破壊されない限り何度でも出し直すことができ、ファクト破壊に対応して手札に戻すこともできるので、コントロールしてしまえばこれ1枚で勝てるカードになっています。珍しいカードで言えば困惑の謎かけも採用されていて、カウンターが弱い環境ではあるのですが、別のモードも選べるということで、場面に応じて使い分けることができるナイスなカードですね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあ、ということで試合の方を見ていきましょう。こちら先手で、やや土地が多めではありますが、一応2、3と動けて、コントロールデッキということで、土地がしっかりとね、伸びていく分には問題はないかなと。さあ、相手はスパーラからということで、おそらく、ランプではないかなと。ランプに関してはやはり魂の洞窟を得たことによって、カウンターが効きにくくなったということで、そこがどう影響するかという感じですね。この青黒に関しても基本的には、カウンターが多めで、メインボードに関しては、不要牌である、ピン除去が結構ね、積まれてるということで、メインに関しては基本的には、メインサメ。これは結構珍しいですが、手札に、長い分かれがあるということで、しっかりと対処することはできますね。こちらも、新カードとなっています。さあ、まずは3点を入れていく。さあ、謎めいた該当。これだけでフィニッシュするには、7回は殴っていかないといけないという、感じではあるんですが、ただコントロールデッキのため、7回は全然ありますね。さあ、束縛出てくるんですが、該当は、はい、スタックで戻せるということで、これは裏向きのカードに対する、束縛ですね。アドバンテージ的にはこちらの方があるという感じではあるんですが、ただやはりこちらのね、攻めるスピードが遅いので、相手側はここからね、どんどんと、クリチャーを展開していくことができますね。さあ、一応廃墟の地で、相手の魂の洞窟を破壊することによって、カウンターは通っていく。ただここは、カウンターは構えずに、もう該当を出していくと。5マナ一気で、カウンターはおそらく構えなくていいと思うんで、カウンターしたいカードといったら、4マナランパンぐらいですかね。大電子。さあ、これは、反根は、きついので、布の首を切っていく。書き消しが2枚あるので、全然、除去を切っていっていいという形ではありますね。さあ、さらに廃墟の血が、もう1枚あるので、ここに対応効果。書き消し使っていく。なるほど。基本的にはそんなに効かない、カードではあるんですが、テンポを重視していったという形ですね。さあ、該当を戻すことによって、さらに追加でクリーチャーを並べていくことができると。さあ、これで5点クロックになっていく。一応アトラクサ用に、カウンターは1枚は残しておきたいんですが、もう1回対応効果。ここはちょっと悩ましいですね。さあ、これでアトラクサに対する、カウンターはなくなっていくんですが、そして踏み歩くものを、これは外れですね。さあ、仕方なく、距離をもらって、おっと、ただここで否認を引いてくる。アトラクサに対しては効かないんですけど、刺さっていく可能性もありますね。さあ、踏み歩くものから、土地を圧縮して、さあ、アトラクサは通ってしまいますが、天使。天使は、
まあ、44が死んでいくだけですかね。うん。さあ、ただ、反根がかなりきつい。4点ゲインされてからの、さらに、この3、4反根が、場に残っていくと。うん。ここは、もう使っていくのかどうか。まずは豆の木を登っていく。なるほど。まあ、死人に口なしを引いたということで、ここはもう、7首を切っていきましたね。さあ、さらに5点入って残り6点まで。裏向きのカードの中身が、街灯とセレスタスですね。さて、アトラクサは、だいぶきついですが、螺旋、結構珍しいカードが入ってますね。これカウンターしても次のターン倒せないんで、まあカウンターはしなくていいかなと。うん。さあ、螺旋は通っていく。まあ戻すことによって、もう一回ね、クリーチャーを出していくことは可能ですね。さあ、ここもう一回否認。できれば、まあ何でもカウンターできる、カウンターを引いていきたいんですが、さあ、否認が刺さればいいんですが、ただアトラクサが出てくる。うん。これがね、ちょっときついですよね。残りライフは7点なんですが、まあ、一回死人に口なしを打っていくしかないという、状況ですね。まあ、ただアトラクサをもうデッキから抜いてしまえば、相手の、まあ、フィニッシュ手段が、まあ、2枚だけになっていくんで、まあ、ややこちらの方が有利という状況ですね。まあ、反根がきついので、これはもう打つしかない状況ですね。さあ、情報収集をしっかりとして、すべて破壊していく。さらにアトラクサを、墓地手札、ライブラリから、すべて抜いていくと。3枚だけか。さあ、これで相手は、群れの渡り、もしくは、天使ぐらいでしかフィニッシュができなくなった状態ですね。まあ、あとはミッサとか。ただ一応ね、否認がそこら辺には刺さっていくので、あとは街灯で、2回殴っていくだけですね。さあ、群れの渡りはしっかりと否認をしていく。さあ、ただあれか。相手螺旋持ってるんで、あと3回殴らないといけない。結構めんどくさいかもですね。さあ、街灯から、まあ、ここは否認を構えたいので、まあ、否認と記憶の反乱を構えていく、という選択ですね。さあ、さらに土地を伸ばしてきて、天使。これは、カウンターが刺さっていきますね。さあ、相手4マナを支払うことはできないので、ここはしっかりとカウンターをしていく。さあ、あとは、2回3回と、殴っていくだけですね。さあ、3点通って残り1点。螺旋があるんですが、さあ、螺旋と見えてない角があと2枚。これは通すしかないですね。うん。さあ、3点ゲインされて残り4点。からの全理科への進行。これはまあ通していいですね。ここはスタックで記憶の反乱。まあ、ミシェルランドが引けたのはいいですね。まあ、相手の、太陽効果に引っかからずに、まあ、4点パンチをすることができるということで。さて、まあ、だいぶ有利な状況ではありますが、あとはしっかりと、群れの渡りをカウンターしていきたいという形ですね。さあ、サメも引いてきて、さらに街灯を、出し直していく。からのミシェラランドで、否認を構えていっている状態。さあ、これは、否認が刺さっていくので、
まあ、大体勝てるのではないかなという、状況ですね。いや、街頭でね、ほぼほぼ全てのダメージを取っていきましたね。さあ、ここはしっかりとカウンターをして、一応相手が、全体除去を引いて、いや、さすがにいけるかな。まあ、ミシェラランドと、まあ、バイオキトークンがあるんで、全除去打たれてもいけそうな気はしますね。さあ、44が出てはくるんですが、まあ、除去も持っているので、ブロッカーにもならない、除去ですね。まあ、ここは除去打って、全力展開からのフルバンですね。さあ、ここで投了と。GG。さあ、サイドボーディング。まあ、カウンタージェイス。ガン隙まで、全部入れていく。まあ、メインボードはね、どうしても、不要牌がかなり多いということで、まあ、除去を、だいぶ抜いていく感じですね。さあ、1歩目勝って2試合目見ていきましょう。まあ、これは割と、バランスが良さそうなハンドですね。まあ、とりあえず、ガン式から入っていきそうな感じではあるかなと。さあ、相手は豆の木からスタート。まあ、コントロール相手だと、この豆スタートは、だいぶ強めですね。さあ、さらに豆を置いていく。いや、だいぶ、これは強めのスタートかなと。さあ、土地もしっかりと伸びて。これは、まあ、土地をもらっていくしかないですね。さて、まあ、ここも、カウンターとガン式を構えていく形ですね。ちょっと、まあ、スタートが相手が、まあ、だいぶ強めということで、まあ、こちらも何か、いい感じのカードを引いていきたいところではありますが、ここもちょっと微妙ですね。さあ、ガン式2回打って、なんとも言えない感じ。まあ、ただ、土地が止まっていたので、スパーラはありがたいですね。さあ、相手は、はい、群れの渡りを捨てていく。とりあえず、まあ、白を確保していくと。さて、まあ一応カウンターが潤沢になるということで、まあ相手の、大きいスペルをカウンターすることはできるんですが、さあ相手ここで溜まってくる。土地も欲しいですね。そうですね。まあここはカウンターよりも、魂の洞窟を割れる廃墟の地を、もらっていくと。相手まあだいぶ止まってきてるんで、まあおそらく、力戦の束縛を持っている形ではありますね。さあ、どんどんと土地が伸びて、まあ次のターン、その、魂の洞窟即置きからの即プレイだと、まあアトラクサは、カウンターはすることはできないですね。まあただ除去は、あるということで、はい、玉靴。これは、ただ、ここは大天使ですね。まあ一旦これは、洞窟は割ることができるんで、まあ全然 OK かなと。さあ、4点をドレインしていく。まあ先に、割る形ですね。さあ、廃墟の地でしっかりと、玉靴は割って、まあ先にドローから、いきますね、これは。まあ止まってきてるのはおそらく、力戦の束縛。さあ、ここは土地と否認を選択。まあとりあえず、除去っていきそうですね。まあこのマッチアップにおいては、この死人に口なしも結構ね、ランプ側に刺さっていくので、まあ群れの渡りを打たせた後に、口なしを打っていきたいですね。おさらに、玉靴からの2ドロー。いや、強いですね。豆の木2枚置かれてるっていうのが、さらに玉靴。これはちょっとカウンターはもう、アトラクサと大天使には効かない、形になりましたね。さあ、アトラクサ出て、カード3枚をもらっていく。まあ、ここはもう、ミレックスで、クリーチャーを出していくしかないと。まあ、一
旦多分ここは、のどくびを使ってくると思うんですけど、さあ、相手、ディスカードを迷ってる感じか。さあ、ということで、とりあえずは、はい、のどくびを使っていく。該当は、どうですかね、出しそうな感じもしますが、該当出してから、一応否認も構えることができるんで、どうでしょう。ただここはそのままターンを渡していく。大天使があるからっていう感じですかね。さあ、ここ大天使を切ってくる。さらに、4点を、一応トークンも焼いていく。さあ、4点ゲイン、ライフが30と。ただしっかりとね、こちらは相手のクリーチャーに対処していくことができるんで、全然問題はないかなと。さあ、土地。ここはもう口なし打っていきますかね。太陽効果も一応あるんで、群れの渡りも、しっかりとね、対処していくことはできますね。何を抜くかですね。アトラクサか、大天使か、群れの渡りか、という形ですが、ここは大天使を選択。相手すごいハンドだ。さあ、おそらく、サメを入れてきてる感じですね。サメが3枚。全体除去はなんかそんなにこっちに効かなそうではありますが、割とがっつり、6枚ぐらいはあるのかな。全体除去が入ったままですね。さあ、相手、束縛3枚があるんで、はい。群れの渡りは、カウンターをしていくと。一応、該当はね、相手が除去打ってきたタイミング、スタックで手札にね、戻すことができるんで、だいぶそれが強いんですよね。ロングゲームになったら、多分こっちの方が、だいぶ有利かなと。あとは相手のサメだけ、ちょっと怖いかなという感じですね。ただ相手カウンターは入ってないんで、対象自体は、こちらは楽な感じではありますね。さあ、ここは一旦、はい、記憶の反乱を打っていく。ちょっとカウンターだらけということで、ジェイスいいですね。ジェイスとガンスキをもらっていく。からのそのままガンスキを打っていくと。何が一番欲しいかな。否認はもらっておきましょう。残り26。いや、これライブラリーアウトあるな。多分ライブラリーアウトでこれ勝つんじゃないかな。相手束縛が3枚あるんで、ジェイスはもうそのままマイナス5を、はい、していくかなと。マイナス5で15枚を削っていく。でさらにこれね、相手が豆の木を登れを2枚貼ってるんで、だいぶね、ライブラリーアウト近いですね。ランプはね、この対コントロールは2戦目とか特にライブラリーアウト負けすることがだいぶ多いかなと。さあ、ライフこそ詰まってはいますが、さらに記憶の反乱を打っていく。サメ。廃墟の地1をもらっていくと。なんかもう力戦打たせても良さそうな感じではありますね。相手力戦を打つたびに2ドローが発生するんで、有効牌はほとんど入ってないですね、もう。さあ、ライブラリー残り9枚。残り9枚で、コントロール相手に勝てるのかどうか。ほぼほぼ不要牌ですからね。さあ、さらに記憶の反乱を打っていく。何が欲しいかな。ジェイス引いたらそのまま勝っていけるか。ガンスキとのど首。ガンスキで、さらにライブラリを2枚奪っていくと。これは束縛もらっていきそうですね。さあ、これで、相手は、てかこれもう、勝ちかな。ガンスキ連打できるんで、
残り8枚。うん。まあ、眼式打っていきますね、これは。さあ、こうなると、相手も、おそらく、勝つ手段がないんじゃないかな。さあ、まあ、暇なので出してるって感じですね。多分出さなくても良さそうな気はしますが。一応あれか。束縛を打たせたいっていう感じですかね。まあ、相手打ってきませんね、これは。まあ、墓地に何が落ちてるか、はい、わからないですが、さあ、さらに2ドローが発生。アトラクスは多分これもう何も引かないと思います。選択、しないこと可能なんで、はい、そのまま戻しましたね。で、相手はね、そのカウンターが入っていないのがさっきデッキ見た時に分かってるんで、まあ、アトラクサは冷静に対処していくだけですね。さあ、サメで、まあ、一応トークンが出て、はい。まあ、相手のアトラクサもしっかりと対処することが可能と。相手ライブラリーが残り4枚。まあ、さすがに勝ち確な気はしますね。さあ、もう太陽効果を捨てていく。アトラクサは即除去と。まあ、大天使はもう、全部抜いてるんで、はい、これは勝ち確ですね。GG。さあ、サイドボード。ID エスパーということで、まあ、ドレッドは入れていきますね。まあ、重たいところをちょっと抜いて、まあ、軽量除去を少し増やしていく。まあ、3マナカウンターはね、やっぱり、ちょっとエスパー相手だと重いということで、まあ、あとは、否認あたり、入れていきそうですね。あとはまあ入れるカード特にないということで、戻していくと。さあ、1本目勝って2試合目。まあ割とバランスはいいハンドですね。これは即キープでいいでしょう。さあ、相手はスローランドから。まあ、コウモリケアで、切り崩しを、はい、構えていくのがいいですね。これは即、除去っていく。で、こうなると書き消しをね、構えることができるんで、まあ、だいぶ強めの動きかなと。さあ、3マナ目から、まあ、さすがに構えてきますね。さあ、まあ、これは、さすがにこっちも構えていきますね。一応書き消しと、まあ、消しそうですね。一応、放浪とか、あとは婚礼の発表とか、通る可能性はありますが、さあ、4マナ目から、はい、婚礼を発表していく。まあ、婚礼もちょっとめんどくさいカードではあるんですが、まあ、対象自体はできるんで、まあ、そこまで問題ではないかなと。ただ、ここちょっと難しいですね。まあ、選択肢がかなりたくさんあるんですが、廃墟の地から行くということは、おそらく、もう廃墟の地使ってから、眼式構えですね。さあ、ここは黒マナを消していく。まあ、相手は、おっとこれ相手、基本地形入ってないですね。これは廃墟の地が眼刺さりしていく。さあ、眼式で、これは特目、もらえそうですね。まあ、展開自体はされてるんですけど、ここは、なんか廃墟の地で割ってからサメっていう感じでも良さそうですが、ここはサメから、まあ、特目を構えていく感じですかね。相手がその基本地形が入ってないことがもう分かってるんで、廃墟の地を、まあ、起動すると、まあ、だいぶ相手の、マナスクリューの確率が上がるということで、まあ、ただ相手、婚礼が、2枚あるんで、もう2ドローしていく形ですね。もう土地捨てていく。これ土地あるのか？土地ない。まあ、婚礼で引くでしょという形ですね。一回出来事で使ってるんで、これは白マナが必要になりますね。さあ、まあ、廃墟の地使いそうですけどね。さあ、ここはファストランド終わって、まあ、街灯を出していっていい気はしますね。
さあ、相手基本地形が入っていないので、まあ単純にランデスになっていく。強すぎる。まあ廃棄の地はね、割と全然使ってる人も多いんで、まあ基本地形1枚ぐらいは入れてた方が基本的にはいいですね。さあ、ただ相手、しっかりと、まあ、エスパーの塔を引いている。殴る。まあ全然相打ちでいいですね、これは。まあ街灯は出し直しができるということで、まあ、相手の方がハンド自体は多いんですが、まあこっちは割となんかいろんな動きができる形ではありますね。さあ行って、はい、ここは黒幕を出してくる。でかい。婚礼が2枚あるんで、コウモリ。これは、もうどっちとも使っていく形ですかね。さあ、スタックでコウモリを除去って、まあ黒幕も残せないんで、これは除去っていきそうですね。さあ、こうなると、まあハンド差がややきつくなってきますが、さあ、これでハンド0。まあ一応、岩式と街灯があるんで、まあ実質2枚はある形ではありますね。コウモリ出していく。まあ単純に33飛行反コンですね。まあ婚礼の発表が2枚ひっくり返ってたらさすがに出しそう。さあ、否認。まあ悪くはない。まああとは街灯を、出したり、戻したりっていう、まあそんな感じで良さそうかなと。さあ、殴ってくる。うん。これは、フォローを使わせた形。さあ、こうなると、まあ、先に培養機を、ひっくり返して、まあ、どんどんと手札を、おっと、ここで心が折れる。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。